腰から首にかけての話やっていこうと思いますよ。今回は首から腰までの話を肩なし、肩あり、そしてお腹ありのこの3つに分けて話していこうと思いますよ。最初に一番簡単な肩なしのバージョンです。顔を先に描いて、ここからとりあえず腰までファってね降りてしまいます。で、足の方までね、とにかく地面に立たせたいよっていう場合はもう地面の方まですってやっちゃって、で足をね股を割ってあげるといいと思います。これが一番簡単ですね。首からもう地面まで一気にシューって降りてしまうっていうのが一番シンプルかなって思います。次に肩があるバージョンですね。さっきと同じようにまず顔を描くんだけど、ここからシュッシュッとのの字のような感じでシュッて先に描いてしまいます。腰までねスーッとまっすぐ素直に降りてきてあげるというわけですね。で地面に立たせたい場合もやっぱり地面にシューシューとね素直に降りてあげるというこれだけですね。もうちょっとだけ複雑な印象を出したい場合はここはまず腰までシュッと降りるんやけど、ここから腰のあたりですね。腰のあたりで一回止まってちょっとカクッとしておいて、で降りるっていうこういうことをします。それでウエストをね腰を作るわけですね。あとは首の下のこの辺から肩のこのコーナーに向かってシュッシュッっていう風にやれば一応簡単なんだけど鎖骨を変えたことになります。それであとはここにね Y の字をシュッて入れてあげるとね、おっと鼠径部の始まりだ。コースをなんとなくつけたい場合はこんな風にちょっと体を斜めにして、で腰の出っ張り、腰のコツンっていうくびれみたいなのをちょっとだけ変えておいて、あとそのまま地面にシューッと降りてあげる、こんな感じになると思います。そんで鎖骨を入れたり、服を着せたり、股間を描いてこんな感じで、あとはズボンをこういう風に履かせるみたいな感じで後から料理するというわけですね。足の立たせるところがややこしい場合はもうシュッシュってまずこうやってやっておいて、本当にシュッっていうこのくらいだけパパってね平べったいおまんじゅうみたいなのをパパって哀れなねかわいそうなまんじゅうを置いてあげれば、とりあえずなんか地面に沿って立ってるような感じはね最低限すると思うんで、ぜひやってみてください。ほんで背中の方の話なんだけど、後ろから見た場合は首をね先にパッて描いておいて、こういうのの字をパッてやっておきますと、で胸っていうか腰のあたりまでとりあえずどっちもねススって降りるんやけど、やっぱり後ろをこういう風にちょっとくびれをこうシュッシュっていうわざとらしくね入れてあげておいて、下まで降りてちょっとお尻をファーっていう風にね描いてあげるわけですね。そんでその後肩甲骨のねこうハの字みたいなのをこの辺にシュッシュって描いてあげて、ケツの割れ目をシューっていう風に入れてあげると、よりそれなりに複雑な印象が出てくるかなと思いますね。前の方を復習すると首描いて歯描いて胸描いて、これは前の方はスーッと一気に降りちゃって、腰まで来てキュッとやってこうで鼠径部 Y ドーンドーンドーンって書いて、で鎖骨をシュッておへそドーンということで、これで前と後ろをねどっちもね書くことができます。どっちも一応腰のくびれとかね共通してる部分があるんで応用が効くかなって思ってますです。ごめん、今回ねおっぱいの話もしようと思ったんだけどね、やっぱり話がねややこしくなるから、これはちょっとね次回に回そうと思います。本当ごめん、本当にごめん。さあ気を取り直して次に行きましょうね。そして一番最後にお腹ありのバージョンです。なんか細々と書いててややこしいように見えるんですけれど、要するにこれは体の硬い部分と柔らかい部分、お腹とそして骨盤とか足のね硬い部分、この硬い柔らかい硬いのこの位置関係っていうか、こういうこの挟んでるぞっていうことをちょっと分かってほしいなと思って書いた図なんですね。一応一緒に書いてみると、首をスパーンとやってのの字ハの字をやって、これで途中まで降りるんですけど、ここであばらの形みたいにこうシュッシュッっていう風にちょっと山を作ってあげます。そしてこの後腰のところまでシュッシュッとちょっと柔らかい気持ちを持っ
してこんな風に書いてあげて、でこの後は骨盤なのでこういう風にシューってお尻の形を意識してシューっていう風に柔らかいカーブをね作ってあげる。そして最後に鼠径部のやつをね書いていくということですね。ですからイメージとしては硬いあばら、柔らかいお腹、そして硬い骨盤っていう風に硬いものが柔らかいものをこう支えている、こういう状況っていうのをなんとなくピンときてほしいなって思っています。一応骨だけ見てみるとこんな風になってるんですよね。特に横から見れば分かりやすいんですけど、このお腹の部分って本当に骨で守られている部分じゃなくって、もう完全にポチャポチャしてるゾーンですよね。あばら骨は肺を守ってて、骨盤はね一応内臓とか支えてるんだけど、この部分お腹のね胃袋側とか腸側っていう部分は本当にガラ空きなわけでございます。だからお腹に脂肪がついたりするとなんか骨で守られるとかじゃなくて、こういう風に前の方にデレーンっていう風に出てくる構造になってるわけですね。こんな感じで硬いものに挟まれて柔らかいお腹、脂肪とこういうものがある、こんな状況だと思っていいと思います。そういう風に理解すると何がいいかっていうと、描ける体型の幅がやっぱり広がると思います。痩せてる人を描くのもそうなんだけど、太ってる人とかね、お腹出てる人、あるいは妊婦さんとか描くときにこういう風にちゃんとあばら骨をこの辺でカツンって意識して、で骨盤の硬いねこの辺が骨盤のてっぺん、この出っ張りのここなんだけど、お腹がねドーンって出てくる柔らかい存在がここにドーンってくるんだなっていう、こういう気持ちがあると描くときにもスムーズだなって思うわけですね。骨盤っていうのはこうお椀とかあるいはあばら骨みたいにがっしりと何かをすごい囲んでるんじゃなくって、前の方が空いてるどっちかっていうとソファーみたいな作りですよね。ですからそういう作りだから、お腹に脂肪が溜まるともう遠慮なくドーンっていう風に出てくる、こういうわけですね。まあその作りのおかげで鼠径部のやつがね出てくるわけがとりあえず骨としてはそんな事情があるんだけど、絵を描く分にはとりあえずあばら、お腹、鼠径部、硬い、柔らかい、硬いっていうそういう気持ちを持って上から描いていくとスムーズだよっていうお話でした。もうちょっと突っ込んだイメージで説明するとこういう感じですね。こういう骨の入れ物になんかこういうでかいなんか迷惑な水風船みたいなのがキュポキュポみたいな感じで挟まると、こういう感じのデイブがね完成する、こんな感じです。こういう風にイメージで進めてみても全然いいと思いますね。そして慣れてきたら、さっきはこっちの方ではっきり硬い、柔らかい、硬いってこういう風にわざとセパレートをね分け目をこうやって作って説明したんですけれども、実際に書くときには慣れてきたらこういう風にあんまりきっぱりとねあばらを分けるとかしなくっても、例えばここまで雰囲気をね硬い雰囲気作っておいて、じゃあこの辺からお腹だなと思ってお腹バーンっていう風に柔らかくこういう風に書いてしまって、でこの辺からまた鼠径部だなと思って、じゃあこの辺鼠径部書きましょうってこういう風にシャシャシャって入れておいて、で立たせるというこんな感じになるわけですね。今説明したみたいな硬い、柔らかい、そして硬いっていう、ちょっとこの辺が硬い、この辺から柔らかいぞっていうそういう気持ちのところを感覚的に習得してもらえたら、すごいファーみたいな感じでスススっていう風に気持ちのところ感覚で進んでいってっていう、そういうやり方も訓練次第でできてくるようになると思います。最初のうちはいきなりねなんかファ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 ってやっても自分も混乱しちゃうと思うんで、手順を踏んでね慣れるまではこんな感じでねパキパキって割ってみたりとかねやって、そういう風に順番の段階を踏んでやってみるといいと思いますね。もう最後にちょっとだけ突っ込んだ話をすると、例えばグラビアとかでグラマラスなねボディのねお姉さんのこういう腰のくびれのこの辺のにっていうお肉があるじゃないですか。あれ何なのかっていうと、とりあえずこんな感じであばら骨があって、この後にお腹がこういう風にあって、でこっちもくびれがあってお腹があるんだけど柔らかいからねお腹が結構お肉がこういう風に乗ると。でなんでこういう風に乗るかっていうと、ここから下に骨盤があるんだよね。骨盤がこういう硬い成分がここにあって、でそこから鼠径部が作られてっていう、こういう感じになるわけですね。でその骨盤のこの硬いカチカチっ
っていうここのてっぺんの出っ張りのせいでこうやっぱり柔らかいお腹とかこういうお肉って追いやられてグニっていう風にこうシワっていうかダンバラとかそういう何かムチっとしたものを作るわけでございますね。こういう感じで硬いゾーン柔らかいゾーン硬いゾーンってこういう風に理解すると、例えばなんかお姉さんのエッチのポーズ集とかそういうのを見ながら練習する時も、あ、この辺に骨があるな、この辺骨盤のてっぺんやなとかそういうことを意識しながら練習できると思うんで、理解が早くなるかなっていう風に思ってるわけです。そんな感じでした。今回はもう完全に肩から先腕の話はもう完全にシカトしたんですよね。ですので次回からは、ちゃんとこの肩のね鎖骨のところから始まって腕がダーだこうだっていうこのつながりの話をしようと思うのでよろしくお願いします。そんな感じです。どうしてもお腹の柔らかいところとか骨の硬いところとかそういう柔らかい硬いっていう感覚的な部分の話も出てくるようになりました。ぜひ手を動かしながらはーんっていう風に思ってもらえると嬉しいです。ではよろしくお願いします。